皆さんこんにちは。国際交流基金トロント日本文化センターと日本ペンクラブ共催の催し、日本とカナダの作家が語るパンデミックによる社会変容と創作への影響にようこそおいでくださいました。このプロジェクトの進行役を務めさせていただく明治学院大学名誉教授の佐藤綾子でございます。本プロジェクトでは国際交流基金トロント日本文化センター設立30周年記念事業として2021年3月にトロントで行う予定でしたが、COVID-19 パンデミックのためにオンラインでの開催となりました。それによって今回ご参加いただいた6名の日本とカナダの作家の方々のお話が会場の限られた聴衆だけではなく、世界中の文学ファンに届くことを期待しております。現在世界を襲っているコロナ禍は、社会の在り方や人々の意識行動に様々な影響を与えています。そこで今回のプロジェクトでは、日本とカナダを代表する作家の視点から、パンデミックによる社会変容とご自身の創作にどのような影響があったかについてお話をいただきました。またそれぞれの作家から相手国の作家への質問を事前に提出していただきましたので、その質問への回答も含めてお話しいただくことで、非常に有意義な日本とカナダの作家の意見交換の場を設けることができました。これから各作家のお話をご覧いただくわけですが、まずは私から各作家のご紹介をさせていただきます。日本からご参加の平野啓一郎さんをご紹介いたします。愛知県蒲郡市のご出身。在学中に文芸誌に投稿した日食で芥川賞を受賞。2009年、結界で芸術選奨文部科学大臣賞新人賞、ドーンで文化村ドウマゴ文学賞、2017年のマチネーの終わりで渡辺淳一文学賞、2018年のある男で読売文学賞など多くの文学賞を受賞されています。一作ごとに変化する多彩なスタイルで数々の作品を発表し、フランス語、英語、イタリア語、中国語、韓国語などに翻訳され映画化されています。2014年にはフランス文化賞より芸術文化賞を受賞されています。若くして数々の名作を出版し、当時最年少で芥川賞を受賞した実力派作家で、現代日本の文学界を代表する作家です。では、平野啓一郎さんのお話をお楽しみください。こんにちは、小説家の平野啓一郎です。今回は日本とカナダの作家が語るというこのイベントにですね、このような形で参加させていただいて大変光栄に存じます。本当は、日本かカナダかどちらかの国で実際に作家の皆さん、読者の皆さんとお目にかかりながらお話しできれば、それが一番良かったんですけども、残念ながらこういう状況ですので、今回はオンラインで、皆さんとお話しさせていただくことになりました。考えてみますと、非常に不自由の多い今回のパンデミックでしたけれども、インターネットを通じてこういう形でやり取りができるというのは、その最悪よりもほんのちょっとマシというようなことであったんではないでしょうか。それさえなくですね、ずっと自宅に閉じこもっているということだと、なかなかみんな1年2年という時間を耐えられなかったのではないかと思います。最初にですね、パンデミック後の社会の変容と創作への影響ということについて少し僕の方の考えをお話しさせていただきたいと思います。
もちろん日本もですね、このパンデミックによって非常に大きな影響を受けました。で、僕自身はですね、個人の主体的な意思、あるいは行動と、それから社会、公共性との関係ということに非常に関心を持っています。と言いますのも、僕自身はですね、日本でいわゆる団塊ジュニアと言われている世代に属する作家です。で、これは、大体1970年代の生まれの人たちが、いろいろな定義あるんですけども、この世代として語られています。戦後のベビーブーマー世代の子供たちの世代ということで、僕たちの世代というのはそもそも非常に人口が多くてですね、それから日本の経済成長というのがまだ順調な時期でしたから、その学業においてもですね、たくさんの人口を抱えている中で、それぞれがみんな競争的にですね、勉強していって、いい大学に行って、いい企業に就職してというようなイメージを刷り込まれていた世代でした。で、そうした教育の中で、勉強ができる子、成績がいい子っていうのは、よく努力をして勉強している子供たちで、成績が悪いっていうのは努力が足りないんだというようなことを学校でも、よく指導されました。で、この感覚が非常に強く内面化されていて、社会的な成功っていうのは努力の有無によるんだというような考え方が強く、植え付けられている中でですね、日本っていうのが、80年代末から90年代初頭にかけて、バブル経済っていうのが崩壊してしまって、その後今に至るまで非常に長い経済的な停滞を経験することになりました。で、僕たちの世代はそもそも人口が多かったにもかかわらずですね、ちょうどそのバブルが崩壊した頃に社会に出ていくということになったので、就職に非常に苦労しました。で、同時にですね、その頃から日本社会でも新自由主義という思想がですね、強く社会的に広まっていくことになりまして、成功した人間はその分努力をしていると。競争を勝ち抜いていったんだと。そして社会的に不遇な人たちはその競争に負けてしまったと。しかもその理由は努力が足りないと。本人の責任なんだ。本人の問題なんだという思想が語られるようになりました。そうしますと、そもそも10代の頃から勉強ができる、学校の成績がいいっていうのは本人の努力次第なんだという価値観を強く植え付けられていながら、就職の時期にそれがうまくいかない時期に差し掛かって、非常に僕たちの世代は、職を得ることに苦労した世代なんですけども、そのこと自体を社会からやはり、新自由主義的な風潮の中で、それは本人の責任なんだと。本人が悪いんだということを言われていて、非常に苦労したというのが僕の世代でした。日本では自己責任論という独特の言葉が用いられますが、とにかく社会的な不遇っていうのは本人の生まれだとか、そういった環境面の条件ではなくて、努力の有無なんだという価値観がですね、強く語られました。で、僕自身はですね、その世代に属する作家として、そうじゃないんじゃないかと。やっぱり個人の人生っていうのは、社会構造、あるいは資本主義というシステムの影響を非常に多く被っていて、その中で本人の努力ではどうしようもないような状況に追い込まれてしまうというのが人生なんじゃないかということを強く感じておりまして、そのことをこれまでの文学の主題にもしてきました。で、今回、それが2000年代の前半からずっと続いておりまして、その後日本ではいくつかの、世界的な大きな出来事を経験しました。で、一つは、リーマンショックでした。これは2008年頃に起きたことで、日本でも非常に大きな影響を受けて、それによって失業してしまったり、あるいはその給料が下がったりとかですね、いろいろなことが起こりました。それから2011年には東日本大震災が起きまして、これも日本社会に非常に大きな影響を与えました。そしてさらに10年経って、今回パンデミックを、COVID-19 のパンデミックを経験しています。で、このいずれもがですね、個人が何か努力をしたから克服できるというような問題ではなくて、個人が抗いようのないような非常に大きな
災害だったりです。社会的問題、経済的問題として降りかかってきたことです。でその中では一人の人間がどうやって生きていくことができるのか、ということを、やはり考えなければならないというふうに改めて思っています。で、その日本のコロナ対策っていうのはですね、その大規模な社会的検査をたくさんやって、感染者を見つけて、保護、隔離して、その感染経路を追跡調査していくというよりも、かなり個々人の行動変容に依存したような形で、感染症対策っていうのは進んでいきました。具体的には、とにかく家にいましょうと。それからマスクをして手洗いをしましょう。これはどこの国でも同じだと思いますが、それからレストランその他の営業時間を何時までに制限しましょうというようなことが、様々な試験の制限というのは行われました。で、その一方で、その PCR 検査の拡充というのはなかなか進まずに、検査をしてほしいのになかなか検査されない。あるいはクラスターが発生しやすい施設なんかの大規模検査を国が公費でやるべきなのになかなかそれが進まないという中で、感染を抑えるためには一人一人の人間がいかに努力をするかということに過度に依存した状況になっていました。そのために自粛警察と言われるような十分に自粛をしてない人たちを見つけ出して非常に非難をしたりとかですね、あるいは病気にコロナに感染してしまったらそれは本人が悪いんだと。その感染者を社会的な弱者として温かく見守るというんではなくてですね、感染した人が今度は別の人に感染させる感染源になるということで、その人を非難するような風潮さえありました。ですから、自分たちで何とかこの状況をしなければいけないということが、市民社会的な美しい連帯となって現れたというよりも、相互監視のような非常に殺伐とした雰囲気を生んでしまいました。これは今の日本社会の中の非常に大きな問題を象徴していると思います。で、コロナの影響は文学に関しては様々な形で現れると思います。で、大きく分ければ2つではないでしょうか。一つは当然に具体的にこのコロナの感染症の広がりというのは何だったのかということを考え、それをテーマにしていくということです。で、例えば、お医者さんをテーマに、お医者さんを主人公にして、その患者さんとの関係を描くとかですね、あるいは、実際に罹患した人の、人生を描くとか、いろいろな直接的な表現というのはあると思います。それからもう一つは、やはりコロナが象徴的に、可視化した、この社会の格差だとか、あるいは、政治権力のあり方だとか、そういったものを、再認識して描いていくということです。あるいはコロナっていうのは何か一つのメタファーのようなものとして捉えて、抽象的な物語を書いていくということもあり得ると思います。で、東日本大震災の経験を振り返りますと、やはりその後の日本文学ではその両方があったように思います。直接に震災を取り扱った作品というのもいくつも書かれました。その一方で震災が僕たちに経験させた時間感覚の変化だとかですね、あるいは空間感覚の変化といったようなものが非常に複雑な形でその後の作品に反映されているということもあったように思います。個人的には僕自身は直接に東日本大震災のことをテーマとしては取り上げませんでしたが、リアリズムの体裁で小説を書こうとしますと、どうしてもその時間の流れとして2011年というところを小説の時間がまたぐとすれば、東日本大震災に全く触れないというわけにはいかないので、作中でやっぱり地震が起きるということになりますし、それに登場人物たちがどのような心理的な影響を受けたか、あるいは具体的な生活上の影響を受けたかというようなことが、描かれざるを得なかったというところがあります。そしてさらに、それがどういうふうな社会的影響を持っていたかということに関しては、僕自身は先ほど言った後者の立場で、かなり複雑な、抽象的な視点から影響を受けたように思います。例えば、一つの大きな感覚の変化が時間感覚の変化でした。
と言いますのも、僕たちは一人の個人として生きていて、大体日常生活の中では、何分何時間、あるいは今日明日、あるいは長くても1年先、2年先といった、数分から数時間ぐらいの、数年間ぐらいのタイムスケールの中で自分の日常生活との営んでいたと思いますが、地震のような大きな自然災害はですね、1000年単位でいつ起こるというようなことを考えなければならなくて、それから日本の場合は原子力発電所の事故という非常に大きな問題がありまして、この場合、放射性廃棄物をどのように保管するかといったときに、僕たちが考えなければいけない時間のスケールというのは10万年という時間だと、されています。で、10万年後の、日本というのを、そもそも日本があるのかどうか、そしてその10万年間ですね、保管できるような放射性廃棄物を、施設というのをですね、僕たちが持てるのかどうかというようなことを想像するというのは、僕たちが西暦を通じて考えている、1000年、2000年というような時間の単位とは、もう全く別の話になってしまうわけですね。で、あるいはもう人類がアフリカから世界中に散らばっていく、その過程で、経験したような長い時間を考えなければならなくなったと。で、それをですね、具体的な政治的な行動として原発を良しとするのか、あるいは再生可能エネルギーの方に、社会がシフトしていかないといけないかという具体的な政治行動の中で、その10万年という時間をリアリティを持って考えることができるのかということが非常に難しい問題として、僕たちに課されました。しかし、一方ではですね、ちょうど、この数年前から、例えばユバル・ノア・ハラリ氏の、サピエンス全史だとか、ホモデウスといった作品が世界的なベストセラーになったように、インターネットを通じたグローバル化の結果として、僕たちはそれぞれの国のナショナルヒストリーだけではなくて、むしろ人類史というようなものに強い関心をするようになっています。これはジャレド・ダイヤモンドさんの10病原菌鉄という有名な本に対する世界的な関心も同じではないのかと思います。つまり、それぞれの国でどういうふうに育ってきたかというナショナルヒストリーは、もちろんそれはそれで重視され、今後も教育されていくでしょうが、そもそも人間っていうのは、どこから来てどのような過程をたどって今に至っているのかということが一つの大きな関心になっています。そしてこの時に参照されるのも、やはり、10万年ぐらいの時間の単位ですね。7万年前にアフリカにいた人類の先祖がどういうふうに世界中に散らばっていったのかというようなタイムスケールの中で物事を考えています。で、震災後、そういった大きな時間の流れの中で、一体自分が今生きているこの瞬間っていうのは何なのかということを考えるということを僕自身はやってきました。そしてその震災後の時間感覚が図らずも、同じ時期に人類史的な関心から書かれている世界的なベストセラーのいくつかとこうし合うような経験をしました。これは震災文学というような震災を具体的に扱った作品のカテゴリーの中からはこぼれ落ちてしまうような文学における震災の影響だったのではないかと思います。そういった意味で今回のパンデミックに関しましても直接にパンデミックを扱ってパンデミック文学というようなものがおそらく日本でも書かれると思いますし、それはそれで非常に特に実体験に基づいたもの、近親者の経験に基づいたものというのは、やはり具体的に書かれるべき物語ではないかと思っています。と言いますのも、コロナに感染した人の話というのは今でもジャーナリズムを通じて様々な形で僕たちは触れることができるわけですが、やはりそこに一定の類型化もありますし、もっと複雑な状況というのが、たくさんあって、世界には今書かれるべき個々人の、この経験の物語というのがたくさん溢れていると思います。ですからそれらはもちろん書かれるべきだというふうに考えるんですが、一方でコロナを通じて経験していることが一体何なのかと、もう少し抽象的なレベルで書かれている物語というのがあるはずです。そしてその物語は、やはりですね、ある長いタイムスケールの中で、考察されるべきことなんじゃないかと思います。
再び東日本大震災の経験に立ち返りますが、あの当時も文学が一体震災について何を書くことができるのかということが議論になりました。で、一つは、インターネットもあり、かつてのようにですね、ごく限られた人だけが、震災の現場に、災害の現場に行ってルポルタージュを書いて、本という形で出版する。あるいは新聞雑誌というメディアで発表するという形ではなくて、当事者たちがリアルタイムでその経験を発することができるようになったときに、そこに作家がどういう形でアプローチすることができるのか。当事者と非当事者という存在が概念的に区別される中で、非当事者の作家がどういうふうに当事者を描くことができるのかということが、やはり日本の文壇では一つの議論になったように思っています。で、その時にいくつかの考え方がありましたが、一つはですね、やはり当事者を孤立させて、当事者が自分で書けるんだからこそ自分で書くべきだという立場に立ってしまえばですね、非当事者がこの問題に関与するということはできなくなってしまうわけですね。で、実際に僕が震災時に被災地の人に言われたことは、そういったような今お話を彼らにしますと、いや、平野さん、もちろんね、現地で経験したことはあるし、それは当事者じゃないければわからないことはありますけど、正直もうそれをじゃあ自分で文章で書いてくださいと言われてももうその書く気力もないんですと。あるいはその能力もありませんと。ですからやっぱり作家の方が外から来て自分たちの状況を非当事者ではあるけれども書いてくれるということは必要だし、そのことはありがたいと思うと。でその中に誤解はあるかもしれないけど、それは書かれたものに対して自分たちが声を発して、そこからまた対話というのが始まっていくんではないかということを言われました。で僕はこのことは非常に強く心に残りました。で実際のところ当事者と非当事者というふうに僕たちは概念的に区別してしまいがちなんですが、当事者という概念が存在するというのは非当事者という概念があるからこそその両者が区別されるわけで、その意味で言うと実は非当事者というのは準当事者というふうな捉え方で、捉え直すべきなんじゃないかと思うわけですね。その直接の被害者ではないけど、その周辺にいた人たちという人たちがいるからこそ当事者という存在が社会的に認知されるわけですね。というのは、とするならば、当事者という存在を社会的に荒らしめている非当事者というのは、いわば準当事者としてですね、やはり問題に関与するべきじゃないのかということをその時に考えました。それからメディアの特性によってですね、新聞やインターネットというのは即応性が求められるメディアで、その中で今起きていることというのは書かれるわけで、それには実際に小説家というのはなかなか太刀打ちできません。その中でできる仕事というのは決して多くないのではないかと思います。しかし一方で文学は長い文学史という歴史があり、その中では多くの災害や戦争、大きな出来事に経験した個人の物語というのは書かれてきました。そして文学というのはその長い歴史の中で人間がどういうふうに考え生きてきたかということを常に参照しながら今現在を考えるということができる分野だと思います。で、今回に関してもですね、パンデミック後、ロックダウンの中で本を読みましょうという話の中で様々な作品が読まれてきました。代表的なのはカミューのペストでしょうし、あるいは、デカメロンが読まれたということもあるでしょうし、それから、トーマス・マンのベニスの指数なんかを僕も読んだりしましたし、あるいはテュキディデスのですね、戦記、ペロポネソス戦争の時にですね、アテナで流行った疫病について書かれたテキストなど、この2000年ぐらいの間に書かれた様々な文学作品が読まれました。そしてその長い歴史の中を参照しながら、今一体起きていることは何なのかということを考えるというのが文学の一つの役割ではないかと。そしてそれは今日明日の情報を発信する即応的なメディアにはなかなかできないことではないかというふうに考えます。そういう意味で震災というのに僕自身がアプローチするときにも、
やはり人間の長い営みの中で一体今起きていることがどういうことなのかということを、捉えようとしましたし、今回のパンデミックもですね、カミューの時代のペストとは必ずしも同じではないけれども、共通するところもあると。その共通するところと違いっていうのを見極めていくことが、今僕たちが経験している出来事を正確に理解する一つの手段ではないかと思います。で、最初にも申し上げましたが、例えばインターネットがある時代にパンデミックを経験しているということは、やはりそれがなかった時代のパンデミックの経験とは非常に違っていると思いますし、他方で今ほど飛行機や電車その他で移動が容易になった時代はなくて、それもやはりかつてとは違いますが、それが突然全く利用できないような状態が訪れると。これはなかなか小説家の想像力をもってしてもですね、ちょっと思いつかなかった事態ではないかと思います。環境問題、気候変動の危機に関して、グレタ・トゥンベリさん、たちがの、主張と活動というのは日本でも、非常に、大きな反響を得て、環境意識の高まりに寄与しましたが、その中で、飛行機をなるだけ乗らないと、ヨーロッパの中でも飛行機を使っての移動っていうのをせずに、電車を使って移動しましょうというような運動がありました。これはなかなかパンデミック以前にはですね、飛行機乗らないっていうことが現実的には想像しがたかったわけですけども、ところが実際には僕たちはこの1年間そういうことを経験してきたわけですね。ですから、今だからこそ可能であったことができなくなった。そしてできなくなったことによって何が、新しく生じたのか、何が不都合なのか、そこの世界に帰っていくべきなのか、それとも、結局それほど飛行機で移動する必要もなかったんじゃないかという、考えを受け入れられるのかどうかと。そういった様々な問いが今僕たちに、与えられる出ると思います。ですから、やはり2020年以降、世界の文学というのはこのコロナの影響によって非常に大きな変化を被っていくと思います。そして東日本大震災は日本という国で起きたことでしたけども、今回の出来事は世界中の多くの国が経験してますから、ここから一斉に世界の文学がコロナについてばかり書き始めると、読者の方もちょっともうコロナのこと読みたくないというふうな反応もあるかもしれませんし、そこのところは文学の役割として非常に難しいところではあります。コロナの渦中だからこそ、あるいはコロナを経験したからこそその物語を読みたいという人もいれば、もうちょっとそのことを忘れたいという読者の気持ちも、やはり人間の心理だと思いますので、その中でおそらく揺れながら、作品によっては深く現実にコミットしたような作品を書きつつ、また別の作品では、ちょっとコロナから離れたような物語を書きたいという欲求も芽生えてくるのではないかと思います。ひとまず僕自身のお話はその辺にしてですね、ここからはカナダの作家からいただいた質問に一つずつお答えしていきたいと思います。まずはマーガレット・アトウッドさんからいただいた質問です。この疫病という経験に基づいた物語をお書きになったことはありますかという質問ですが、実は僕自身はデビュー作の日食という小説で15世紀末のヨーロッパを舞台にした小説を書いたんですけども、それはペストの流行で非常に荒廃してしまった村を舞台にしました。でその時に僕が関心を持っていたのは、信仰において神が作ったこの世界の善性、この世界が良い世界であるという信仰がですね、ペストや戦争が続いていくと非常に揺らいでしまうと。神様がこの世界を作っているのにどうしてこんなに不出来なんだろうかということに悩んでしまうと。でその一方でマニ教のように、世界っていうのは悪い神様が作った、デミウルゴスという悪い神様が作った悪い場所で、その世界から脱出して、天上の良い世界に行くことが大事なんだという教えがですね、説得力を持ってしまうというようなことがありました。
あるいはその社会的に一つの神が作った世界という秩序感が崩壊してしまった後にですね、共同体がどういうふうにじゃあ一体感を取り戻すかというと、魔女裁判や異端審問のような社会の中から排除された存在、悪なる存在と見つけて、その悪と向かい合うということによって共同体が共同性を回復しようとするというような現象をその時代に認めて、そのことを問題とした小説を書きました。で、どうしてそういう物語を当時書いたかと言いますと、90年代末の日本に生きていた一青年の僕にとって、最初に申しましたように、日本の経済成長というのが終わってしまって、非常に重苦しい停滞感の突入した中で、確かにこの世界に生きなければいけないんだけれども、この世界を肯定的に捉える気持ちがどうしても持てない。そういう中でどうやって生きていったらいいのかということが当時の僕の切実な問題でした。で、その心情と中世末期のヨーロッパについて当時読んでた本に描かれている世界というのはですね、非常に呼応するように感じられて、今言ったような小説を書きました。で、今日ですね、疫病を経験して、信仰を持っている方は、この世界、神が作った世界の前世というような、に対する施策というのが再び、繰り返されるかもしれませんが、そうではない人にとって、多くの人にとっては、むしろ、政治システムだとか社会システムだとかですね、その前世を信じられないと。つまりコロナのようなことが来たときに神様が作ってくれた世界なのにどうしてこういうことが起こるのかというよりも、民主主義あるいは現在の社会システムというのがどうも不平等で不公平で正しく機能してないんじゃないかと。この世の中は、構造的に間違ってるんじゃないかという問いが発せられるんじゃないかと思います。で、そうした中で、やはり誰か悪者を見つけて、その悪者と対峙することによって、共同体の共同性を担保しようとする。あるいは政治家は、政権に対する批判をかわそうとするために、外部に他者だとか異質な存在を見つけて攻撃対象とするというようなことが起こり得るというふうに考えます。そういった意味では、もちろん中世末期のヨーロッパのペストの経験をそのまま現代に重ねることはできませんが、やはりこの世界の前世に対する疑いということに関して言うと、今回も経験しているように思いますし、ただそれが宗教的なものというより社会システムに対する批判へと向かうのではないかというのが僕が今感じているところです。そして、もう一点、アトウッドさんからのご質問としては、この今起きていることの影響が何であるかを理解するのは、やや時期尚早なのか、この出来事は過ぎ去ってから初めて把握されることでしょうかというご質問がありましたが、先ほど申しましたように、やっぱり文学は、長い時間の流れの中で出来事を、が何であるかということを考えていくというのが得意なジャンルであると思いますので、おそらくこの経験というのは10年単位で非常に深刻な傷跡を社会の中に残していくと思います。パンデミックはどうにか克服されたとしてもですね、今いくつかの後遺症が非常に深刻なのではないかという話も出ていて、コロナに罹患してその後遺症とともに生きていかなければならない人もいれば、家族を失った人、職を失った人、様々な経験をこの期間にしていて、それは一旦パンデミックが終わってもですね、決してそこで終わりになるわけではなくて、その人たちはその後の長い人生で生きていかなければならない、経験なわけですね。で、そういったものを含めながら、やはり、このコロナというのを考えていかなければならないと。ですから大きな出来事を経験した、様々なレベルで経験した人たちがいて、その人たちの人生をうまく、文学として捉えることができるのかというのは、この先、10年がかりぐらいで取り組まなければならない、仕事なのではないかと。そして、1年目に見えていた風景と5年目に見えていた風景、10年後に見えていた風景というのはおそらく変わってくるとは思いますが、そのために10年間待つのか、
それともその時々の認識に基づいて書いていくのかというのは立場が分かれるところではないかと思いますが、僕自身はやっぱりその時々に書いていって、10年後に自分がその時期に書いた認識がどうだったのかというのを検証しながら、作品を書き継いでいくというスタイルになるのではないかというふうに予感しています。さて2点目です。キャサリン・ゴビエさんからいただいた質問です。日本における大規模災害について、のご質問です。で、これはですね、非常に大きな複雑な問いでして、少し問いを限定して、このような形でお答えしたいと思います。このパンデミックの間に去年、僕は北条記というですね、日本の非常に有名な、13世紀初頭に書かれたエッセイを読みました。で、この北条記というのはですね、日本だと高校生が国語の古典の授業に、必ず教科書で勉強するような非常に有名な作品なんですけども、この北条記の著者である鴨長明という人はですね、当時様々な災害を経験しています。飢饉、一つは飢饉、それから大地震ですね。また火事、それから竜巻、そして疫病です。で、このような、まさに一人の個人としては抗いようのないような大きな危機をですね、経験した後、鴨長明はですね、どうしたかと言いますと、完全に社会から、離れて、小さな庵を結んで隠遁生活に入ります。で、その基礎になっているのは仏教の中の諸行無常という考え方です。つまりあらゆる物事は、永遠に続くわけではなくて、すべては相関関係の中で起きていて、そしてそれは絶え間なく変化し続けるんだという仏教的な考えです。で、この考え方は、日本は仏教徒が多いですが、それほど熱心な人も多くなくて、現実的には人が亡くなった時のセレモニーで、法事と言われますけど、法事の時にぐらいしか仏教っていうのはなかなか意識しなくて、実際のところお経を読んでも、仏教の本を読んでもなかなか一般の人は理解できないという不思議な状況の中で、仏教とは今でも存在し続けてますが、ただこの諸行無常という考え方、何事も一つのところに留まることなく常に変化し続けるんだという考え方は、世俗化された形でかなり広く今でも日本人の中に浸透していると思います。そしてそれが一つの現実を受け入れる動機にもなり、また定年にもつながっていると思います。で、鴨長明の北条記という作品を今読んで非常に強い印象を受けるのは、社会の中の弱者を救済するために積極的に関与しなければいけないという発想が全くなくて、彼自身は隠遁生活の中でその無常という仏教の思想っていうのを実感し、それを真理として体感し、そして実践していくということに専念していくことになるわけですね。で、これが仏教の修行にもなるわけです。で、この社会、いざとなった時に、社会の中にとどまり続けて、弱者のために何かをするというんではなくて、隠遁してしまうという、彼の行動。で、このテキストは先ほども言いましたように、日本の、誰でも知ってる古典として非常に名著とされてきたわけですけども、やはり現代のパンデミックから読んだ時に僕は非常になんとも言えない不思議な気分になりました。で、これが日本人の災害に対する態度なんだろうかということを考えていました。で、東日本大震災の時には海外でも報道でも日本人の行動っていうのが非常に立派であると、抑制的でパニックになることもなく、秩序だって避難所でも生活をしているということが随分と称賛されました。で、実際に被災地の方々の、悲惨な経験の中での忍耐強さだとかですね、その後の復興に向けての力強い意志と、それから行動力には常に尊敬の気持ちを抱いてますが、しかし、例えばレベッカ・ソルニットという人が書いた災害ユートピアという作品本を読みますと、世界中で大災害が起きた後には、
人々が自発的に協力し合う一種のユートピア的なコミュニティというのが発生するんだという事例がいくつも書かれています。で、ソルニットの主張によると、それが壊れてしまうのは、公権力が暴力的な形でそれに介入していったときに、そうしたユートピア的なコミュニティが壊れてしまうんだと。ニューオーリンズのハリケーンの後の事例なんかを説得的に示しながら彼女は語っていました。そういった意味で言いますと、東日本大震災で見られた被災地の人たちの抑制的な協力的な行動っていうのが果たして本当に日本独自のものだったのかどうかということに関してはやや疑問もあります。それからそうした立派な日本人っていうイメージがですね、実際に自分たちの避難所での条件だとか、不当な状況にあって権利主張しなければいけない場面で、むしろ被災者たちを抑圧することになってしまったんではないかというところも見ていて気になった点でした。さらには、1995年の阪神淡路大震災の時から言われていたことですが、やはり避難所では性暴力だとか、あるいは様々な犯罪の事例というのも報告されていて、実際にそこで傷ついた人たちがいるということも事実です。ですから、この問題はどこに本当に日本的な良さがあり、日本的な問題がありということを言えるのかということに関しては、僕自身はかなり慎重になっているところがあります。で、先ほど見ましたように、一種の仏教的な無常感みたいなものが世俗化した形で日本の中にあるというのは今でも、事実のような気がしますが、一つ大きな変化だったのは、東日本大震災の頃を機に、寄付の文化が日本でもかなり発展しました。で、これは一つにはやはりインターネットの影響だったと思います。インターネットを通じて気軽に赤十字だとかいろいろな組織を通じて被災地に寄付ができるようになって、それまで寄付というと日本では何か偽善的なものだとか、お金持ちの自己満足のようなネガティブな意見さえありましたが、この頃から寄付というのがかなり盛んになりました。それから実際海外からたくさんの寄付を寄せていただいた中で、自分たちの中でも寄付をお互いにするということが根付きました。しかし、これは日本文化に独特なことというより、やはりインターネットだとか、海外の文化の影響の方が強かったような気がします。で、そういった形で、困っているときに、どういうふうに社会的に窮地に陥っている人に関与するかというようなことは、日本の中でもインターネットの影響、海外文化の影響なんかを通じながら常に変わり続けていることであって、先ほども言いましたけど、自粛をめぐって殺伐とした空気がある中で助け合わなければいけないという運動も起きていて、そこには希望も感じますし、それが繰り返しになりますが、どれぐらい日本的なことなのかというのは、なかなか言うのが難しいところもある気がしています。最後に、ヴィンセント・ラムさんの質問にお答えしたいと思います。コロナ禍においての食事についてのことです。で、これは非常に面白いご質問で、なかなかしかし、ちょっとあんまり深く考えてなかったことなんですが、一つはですね、やはり外出することが減ってしまって運動もできないという中で、僕自身も去年はかなり体重が増えました、一時期。それで最初はコロナ太りっていうような割と冗談めかした言い方もされていたんですが、やはり健康には非常に悪いことで、その生活習慣病に起因する、症状が生活習慣病が悪化してしまった人たちもいますし、僕自身も去年の年末ぐらいはなんとなく体が重くてですね、体調が悪い感じがしていて、それで少し痩せました、その後また。で、その時にですね、いくつか試みたことは、まず、肉を食べる量を少し減らしました。で、特に牛肉を食べる量を減らしました。で、これは昨今、畜産の中でも牛肉というのが非常に環境負荷が大きいというようなことがやはり言われていて、牛肉を食べない生活っていうのが可能なのかどうかということをなんとなく考えていたということもあるのですが、
日本でも代替肉と言われるような大豆で作ったような肉とかが少しずつ販売されるようになって、このコロナ太り解消を機に少しそれを食べてみるようになりました。でこれが意外と美味しくてですね、日常的にその肉もどきのような食品を口にする機会が増えました。それから、ただそれがどれぐらい環境負荷の解消に、その個人の行動がつながるのかというのは、ちょっと不確かなところもありますが、少なくとも自分自身の健康に関しては、ちょっとそれで体調が良くなったような気がしています。それからもう一つは、やはり魚を食べる量が増えました。肉の代わりにですね。で、その時に感じたのはですね、日本人はよくお魚を食べると言われていたんですが、最近肉食が増えて、それに増えてきたということも言われてましたが、僕が海外に行って、海外、フランス料理だとか、いろいろな食事で魚を食べるときにいつも思うのは、舌ビラメのムニエルとかいろいろ美味しい料理もあるんですけど、どうして日本の魚料理みたいにただ焼くだけで食べないのかなということがいつも不思議でした。で、魚はですね、僕はやっぱり塩をつけて焼くだけという食べ方が実は美味しいんじゃないかというふうに昔から思ってます。で、これはオイルも使いませんし、まず簡単です。で、どうして、その食べ方が欧米では広まらないのかなという考えたときに、一つはですね、やっぱりパンと一緒に塩だけの味付けで焼いた鮭とかを食べるっていうのはですね、あんまり合わないんじゃないかと。パンと一緒に食べるというときにこの焼き魚という食べ方がどうも物足りないんじゃないかというふうに思うわけですね。やっぱりバゲットなんかをちぎりながら食べるんであれば少しオイルが足された魚の食べ方じゃないと物足りないんじゃないかということで、日本人の場合はご飯と一緒にその焼き魚というのを食べますんで、ぜひですね、魚を単に塩だけで焼いて、ちょっと醤油ぐらいで味付けして食べると。で、その一緒に食べるものはご飯にしてみると。でその組み合わせで食べるとですね、魚油で調理しなくても実はすごく美味しく食べられるじゃないかというふうに思っていまして、なかなか運動不足で家にこもりがちな時に魚を食べる方法として、一つの提案です。僕は別に食のナショナリストではないので、日本のこの魚の食べ方が他の国の料理の魚の食べ方より断然美味しいというつもりはなくてですね、魚塩の味付けだけで焼いて食べるべきだとも思いませんが、一つのバリエーションとしてですね、試してみる価値はあるのではないかと思います。大体そんなところですね、僕のお話と皆さんへのご質問の回答といたします。ありがとうございました。